なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第4章第187話魔王再臨の式典第188話エピローグ魔王の記憶朗読を始めます。魔王学院の不適合者第187話魔王再臨の式典。数日後、デルゾゲード魔王城の一室に巨大なリムネとの水晶が置かれていた。そこにはメルヘイスたち七魔コウロウの姿が映っている。彼らがいるのは正門前だ。階段を登ったその場所が豪奢に飾り付けされており、謁見台となっている。七魔コウロウたちの視線の向こう側には往来を埋め尽くすほどの人の山があった。どこまで行っても途切れることなく魔族たちが列をなし、視線を謁見台に向けている。魔王再臨の式典。2000年前より転生した暴虐の魔王が、ここに姿を現すことをメルヘイスは大行に説明していた。式典は本来、1ヶ月後の予定だったが、アボス、ディルエビアにミッドヘイズを占領され、多くの魔族が支配下に置かれた経緯があったため、急遽行うこととした。デメラの魔法が解除され、ディルヘイドの民たちは、混乱していたのだ。よすがにしていた暴虐の魔王も姿を消し、皇族派と統一派はより一段と険悪になった。皇族派も自分たちが正気ではなかった自覚があるものの、事情を知らない以上、言い訳もできぬ。両者の対立が浮き彫りになり、争いに発展する前に、事態を収束させる手段がこの式典である。メルヘイスは、アボス、ディルエビアのことを包み隠さず、民に話した。かの者は、この2000年の間、ディルヘイドに誤って伝えられてきた、暴虐の魔王の噂と伝承によって生まれた大精霊だったのだ、と。これによって、誤った噂と伝承により生まれた、暴虐の魔王アボス、ディルエビアの実在を、多くの者が認識した。実際にその姿を目の当たりにした彼らは、偽の魔王が存在することを疑う余地はないだろう。皇族派も、自らが正気ではなかったことへの逃げ道が作られるため、それを否定することはできない。自らの罪を認めるか、それとも偽の魔王の存在を認めるか。式典前に、根回しとして皇族派の幹部と交渉したところ、彼らは後者を選んだ。アボス、ディルエビアは精霊ミサに転生した。詳細にそれを明かすことで、その噂と伝承が残るようにする。ミサがついえる心配もなくなるというわけだ。いずれは、ディルヘイドの歴史書に記されることとなり、後世にわたって語り継がれるであろう。なおも、メルヘイスはこれまで2000年の間にあった、様々なことをディルヘイドの民衆に伝えている。俺は室内に視線を巡らせる。ミサが一人、緊張した面持ちでうつむいていた。シン。そばに控えていた彼に、俺は言った。レノからは、お前がまだろくにミサと話していないと聞いたぞ。何を話せばいいのか、わからず、この身は剣ゆえに。泣き言を言うな。子供の前でそんな言い訳をしてどうする？シンは押し黙った。不安がっている。声をかけてやれ。承知しました。堅牢な視線を放ちながら、シンは歩を進ませる。彼が近くまで行けば、ミサはゆっくりと顔を上げた。お父さん。はい。シンのやつ。柄にもなく緊張しているな。はい。ミサも緊張している。二人の間には気まずい空気が漂っていた。あはは、すみません。ちょっと緊張しちゃって、うまくできるか、心配で。ミサは力なく笑う。彼女はこれから、アボス、ディルエビアとして、民衆の前に姿を現す。誤った伝承により生まれてしまった皇族派の考えを正すため、偽の魔王として、暴虐の魔王に忠誠を誓うのだ。だが、アボス、ディルエビアが今月に非道な行いをしたことは事実。そこにミサの意思はなく、すでに転生を果たしているとはいえ、受け入れがたいものであるのは確かだろう。また皇族派にとっては、その特権や階級を剥奪するきっかけとなったものとして、逆恨みの対象になる可能性もある。今更ここでおじきづいても仕方ないんですけどね。お父さんたちが戦った時代に比べれば、なんてことありませんし。シンは無言で彼女の言葉を聞いている。あはは。曖昧に笑い、
ミサはどうしたらいいかわからないといった風にうつむく。大丈夫です。やりますよ。今度はから元気といった調子で、ミサはぐっと拳を握った。シンはそんな彼女を見て、じっと考え、それから言ったのだ。過酷な試練ですが、ミサ、あなたはそれぐらいでおじきづく子ではありません。ずっと、見ていました。姿を見せることは叶いませんでしたが、あなたのことを、あなたが、私に会うために統一派に入ったことを、そこで出会った友人たちのために、さらなる決意を固めたことを、温かい眼差しを向け、シンは語った。目の前にある悲劇に、自らの命を顧みずに手を差し伸べる、優しく、強い子に育ちましたね。ミサの目に涙が滲んだ。15年も迎えに来ることができず、申し訳ございません。お父さん、シンの胸に飛び込み、ミサはぎゅっと彼に抱きついた。お父さんが、半分の魔剣を送ってくれたから、あれを見て、私は、ずっと頑張ってこれたんです。きっと、いつか、お父さんが、迎えに来てくれるんだって、ずっと、そう思って。おっかなびっくりと言ったように、シンはミサの背中に手を回した。そばにいてあげることはできませんでしたが、心はいつもミサと共に、あなたが健康ですくすくと成長していく姿だけが、私に残された生きがいでした。シンの胸の中で、ミサは泣きじゃくる。その涙と共に、15年の溝をそっと埋めていくかのように。そうして、しばらくして、彼女は涙を拭い、いつものように笑った。もう、大丈夫です。緊張してなんかいられませんよね。だって、これでようやくディルヘイドは、根血と皇族が手を取り合える、正しい姿に戻るんですから。そのためだったら、怖いものは何もありません。彼女の気持ちを受け止めるように、シンはうなずいた。参りましょうか。彼女の肩に手を回し、シンは扉へエスコートする。そろそろ頃合いか。視線を向ければ、レイとシン、レノがこくりとうなずいた。シンとレイが扉に手を当てる。この向こう側は、リムネトに映っていた正門前の謁見台につながっている。ゆるりと足を踏み出し、開いた扉の向こう側へ俺は歩いていった。目に飛び込んできたのは、謁見台から下り、俺を迎えるように姿勢を正した七魔コウロウ。その後ろにはディルヘイドの民衆がいた。謁見台の左右には、貴賓席が設けられ、そこにエリオをはじめとしたディルヘイド各地を治める魔コウやその親類、そして父さんと母さんがいた。彼らは先ほどまで着席していたが、俺が正門から現れるのに合わせ、全員起立している。七魔コウロウが同時に、その場にひざまずく。ついで魔コウたちが、それから、ここに集ったディルヘイドの民全員が、俺に忠誠を誓うかのごとく、ひざまずいた。メルヘイスが言った。2000年の間、お帰りをお待ち申し上げておりました。暴虐の魔王、アノス、ボルディゴード様。静寂の中、メルヘイスの声がミッドヘイズ中に響き渡る。表を上げよ、魔族の末裔たちよ。俺は言った。お前たちの顔を、俺に見せてくれ。魔族たちが静かに顔を上げ、俺を見つめた。2000年前、我々魔族は人間や精霊と争っていた。ゆるりと足を踏み出し、俺はこの場にいるディルヘイドの民へ、それから、アゼシオンにいる人間たちへ、そして、世界中に向けてメッセージを発した。多くの者が命を失った。殺し、殺され、滅ぼし、滅ぼされ、憎しみの戦火に国という国が焼かれ、なおも、俺たちは争い続けた。俺の言葉に、物音一つ立てず、皆耳を傾けてくれている。何のために？その疑問はいつも胸中に渦巻いていた。それは友のためであり、子のためであり、親のためであり、配下、また主君のためであった。唯一、確かだったのは、守るために剣を取ったということ。多くの者はそうだった。それが、悲しい大戦の始まりだったはずだ。だが、その剣は敵を切るたびに血塗られていった。守るために、幾人もの命を葬ったその魔剣は、いつしか自らの大切なものさえ傷つける呪いを帯びていた。その刃で敵を撃てば、必ずその報いを受けた。気づかぬうちに魔族も人間も、あらゆる者が、互いに呪いの魔剣を携え、ことごとくを戦火に飲み込み、何もかもを切り裂いていった。
戦火は拡大の一途をたどった。殺し続ける限り、殺される。だが、殺さなければ、やはり殺されるのだ。互いに呪いの魔剣を手にした者同士が、争いに終止符を打つ方法は一つしかない。勇気を持って、お互いを信じ、同時に剣を捨てることだ。だが、憎しみ合い、疑心暗鬼に陥った両者が、それをするのは容易なことではなかった。すっと息を吸い、俺は言った。それでも、彼らはそれに、答えてくれた。英雄を迎えるように、ゆるりと右手を伸ばし、手のひらを天に向ける。歩み出たのは、2000年前の勇者の正装をまとったレイだ。その腰には霊人人剣を下げている。覚悟を決め、彼は素顔を晒している。2000年前、俺と幾度となく刃を交え、魔族と人間の雌雄を争った男。最後の最後まで、人間を守り抜いたアゼシオンの英雄、勇者カノンだ。レイは霊人人剣エヴァンスマナを抜き、その祝福された光で自らがカノンであることを示した。もう一人へ、俺は左手を伸ばした。ゆっくりと扉の向こうから歩いてきたのは、レノである。あらゆる精霊の母にして、大精霊の森アハルトヘルンを治める女王。2000年前、精霊たちを慈しみ、育て、そして守った、大精霊レノだ。さらに俺はまた右手を伸ばして指し示す。シンが歩いてきて、レノの隣に並んだ。我が右腕にして、レノのいないアハルトヘルンを守った魔族最強の剣士、魔族と精霊の友好を示し、母なる大精霊レノをめとった、精霊王神である。最後に俺はもう一人を紹介するように手を伸ばす。まっすぐ前を向いて、アボス、ディルエビアの街灯と仮面を身につけたミサがやってきた。彼女の足元に魔法陣が描かれると、仮面と街灯が消えた。その下には、青みを含んだ黒のドレスをまとっていた。暴虐の魔王の噂と伝承により生じた大精霊にして、神の子、アボス、ディルエビア、勇者カノンの聖剣により転生を果たした彼女も矛を収め、ここに集った。現在の名を、ミサという。レイが霊人人剣を光らせ、謁見台の中心にそれを突き刺した。続いてシンが、それからレノが、最後にミサが抜き放った剣を、互いに重ねるようにして床に刺す。俺は言葉を続けた。あれから2000年が経った。世界は平和になり、争いは終わった。だが、忘れてはならぬ。この日を迎えるためには、大きな勇気が必要だったことを。それを我ら一人一人が刻みつけなければ、またいつの日にか、大きな戦火がこの国を焼くだろう。言葉と同時、彼らが重ねた剣と同じ場所に、俺は抜き放った剣を突き刺す。憎しみの刃はもういらぬ。この手は、隣人と手を取り合うために。俺が手を伸ばすと、そこに3人は手を重ねる。人間と魔族と精霊が、確かに手を取り合っている。2000年の時を超えて、ここにようやく、願いは叶った。ディルヘイドの民は、俺の言葉に同意を示すかのように、その場で深々と頭を下げた。勅令を出す。このディルヘイドに生きる者は、魔族も精霊も人間も、あらゆるものが平等であり、また公平だ。七魔コウロウと魔コウたちが声を揃える。仰せのままに。我が民へ誓おう。謁見を許す。誇りをかけ、前例をもって、なおも覆せぬ悲劇があるのならば、俺のもとへ来い。一人につき一つ、その願いを叶えてやる。そう口にすると、わずかにその場がざわついた。恐れ多くも、魔王様。一人の男が声を上げた。面を上げよ。立って名乗るがよい。静かに立ち上がった男は、武将髭を生やし、少々やつれた顔つきをしている。だが、その瞳にはわずかな希望が見えた。レオン、グライゼルと申します。処罰を覚悟で発言の許可を賜りたく。よい、話せ。丁重に頭を下げ、レオンは言った。今年、10歳になる私の娘が、心臓の病に侵されており、どんな魔法でも、治すことができず、おそらく、来年までは持たないと。連れてくるがよい。言葉と同時に、レオンの瞳から涙がこぼれ落ちる。必ず救おう。ありがたき、幸せに、ございます。レオンは頭を下げた後すぐにその場から離れていく。娘の元へ向かったのだろう。我が民よ、
俺は祭りごとには向かぬ。だが、誇らしいことに、この国には優れた魔工が幾人もいる。彼らの日々の奮闘があってこそ、多くの町が平和を保っているのだ。今更、時代遅れの魔王があれこれと口出しする必要はあるまい。そう口にした後、すべてのディルヘイドの民、一人一人の顔を刻みつけるように、俺は魔眼を向けた。だが、これだけは覚えておけ。俺は人差し指を立てる。一つ、この国は不自由を許さぬ。続いて、中指を立てる。一つ、この国は悪意を許さぬ。最後に、俺は薬指を立てる。一つ、この国は悲劇を許さぬ。ゆるりと両手を広げ、この国を優しくつかむ。これらが侵されるとき、その相手が何であれ、暴虐の魔王は命を賭して戦い、滅ぼすだろう。それは、かつて果たせなかった誓い。民を滑る王として、決して違えることのできない約束だった。第188話、エピローグ、魔王の記憶。姿勢を楽にせよ。立ちたい者は立ち、座りたい者は座るがいい。俺がすっと片手を上げると、どこからともなく、音楽の調べが聞こえてきた。弦楽器、管楽器、打楽器が調和の取れた華やかで流麗な音を奏でている。2000年後のこの世界で見つけた、素晴らしいものが一つある。この平和の式典にふさわしい、美しく、そしてまるで風のように、つまらぬ憂いを何もかも吹き飛ばしてしまう歌声だ。両手を広げ、謁見台の両脇に魔法陣をかけば、溢れ出した光と共に8人の少女たちが現れた。ファンユニオンの少女たちである。皆、魔王学院の制服の上に、式典用の黒いローブを羽織っていた。紹介しよう。俺のために歌を捧ぐ、魔王聖歌隊の少女たちだ。彼女たちは、ゆっくりと顔を上げ、目の前にいる大勢の魔族たちを見た。数えきれないほど多くの視線が8人の少女に突き刺さったが、彼女たちは穏やかな微笑みを崩すことはない。静かに、少女たちは声を発す。それは魔法で覚醒され、どこまでも遠く響き渡る。しばらく前に、私たちはアノス様のお母様とお話をしました。たくさんのことを聞きました。アノス様が転生なさった直後のこと。アノス様が大好きな食べ物のこと。アノス様が大切にしているもののこと。この平和な魔法の時代を、アノス様がどんな目でご覧になっていたか、とてもよく理解できたように思います。暴虐と呼ばれた魔王様の、本当の姿を、この曲に込めて歌います。聴いてください。魔王賛美歌第5番、平和。もともとはアノス様応援歌合唱曲だが、それでは少々格好がつかぬということで、公式の場では魔王賛美歌と名を改めた。しかし、それで本質が変わるものではない。城内で奏でられるオーケストラの伴奏が、魔法でミッドヘイズ中に轟いていた。優しく、愉快で、心弾む前奏が終わり、聖歌隊の少女たちは、すっと息を吸い込んだ。歌が、始まる。この右手に、剣はいらない。しんみりとした、穏やかで優しい曲調。この左手に、盾はいらない。それは聴衆たちの胸にすっと入り込んでくる。さあ、臆病な鎧を脱いで、たとえ魔法が使えなくとも、この名が過去に奪われたとしても、俺はただ、心に響くそんな調べが、一人の俺として、愛を胸に、この場にいる全員の心を虜にし、そして、何一つ好みを、数あることなく、あるがままの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 、す、が、たで、キーミに会いに行くよう。ゼーンラゼラゼラ、ゼーラゼラ、ゼーンラゼラゼラ、ゼーラゼラ。突然の転調。愛の手のように入る、ゼーンラゼラゼラという謎の擬音。それは、古代魔法語で、心を重ね、一つになろう、という平和を象徴する意味があった。例えば、この身に剣がなくとも、あるがまあまで十分さ。愛をつ、ら、ぬ、き、ぎり、伏せるよう。剣を持たない。あるがままの、あるがままの、ゼーンラゼラゼラ、ゼーラゼラ、魔王、の魔剣。衝撃が、ディルヘイドを襲っていた。しかし、かろうじてだが、
彼らは厳粛な式典にふさわしい、まだ神妙な顔つきをしていた。だが、そこへ、歌のサビが容赦なく畳みかける。貫くのは愛だ、切り伏せるのはお前だ。てえと、てえを取り、リアーって、俺とお前がつう流れ、ば。二つの愛が、あるがままの、あるがままの。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。無限に増ええるある者は困惑し、ある者は険しい視線を向け、ある者は自らの膝を思い切りつねり、またある者は呆然とした。反応は様々なれど、全員を一言で言い表すならばこうだ。皆、撃沈していた。くはは、と思わず、笑い声が漏れる。愛も変わらず、人を食った、なんとのどかな歌か。やはり、平和はこうでなくてはな。しかし、どうやら皆はまだまだ緊張していると見える。ここは一つ、魔王である俺が率先して見せてやらねばなるまい。俺は両手を掲げ、皆にこの歌の楽しみ方を教示するかのごとく、歌の感想に合わせ、リズムよく、しかし泰然と口を開く。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。顎が外れそうになるほどに聴衆たちは大きく口を開き、目をこれでもかというぐらいに見開いていた。俺はさらに続けた。先ほどよりも、腹に力を入れ。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。すぐに続いたのは魔王の右腕。その忠誠心を発揮するかのごとく、神は鋭い視線を飛ばしながらも、言った。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。それに、レノとレイ、ミサが続く。謁見台の様子を見ていたメルヘイス、アイビスたち、七魔コウロウが動き出す。カイ・アゼシオンとの戦いに挑む時よりも、どこか緊張した面持ちだ。これから、平和に挑まねばならぬからであろう。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。そうして、今度は貴賓席の魔コウたちが、揃って、ぜえんらぜらぜらと声を上げ始める。やがて、一人、二人と、聴衆たちがその言葉を発し始めた。そして、もしもお前が、剣を離せず、二番が始まる。もしもお前が、盾を持つなら、それは先ほどとは、まるで違った意味で聴衆たちの胸をこじ開けようとする。その、二つを俺が奪い、臆病な鎧を脱げるように、悲しい名を過去に拭い去ってやるから、俺はただ、無駄に心に響くそんな調べが、一人の俺として、愛を胸に、この場にいる全員の心を暴虐に奪い去っていき、そして、何一つ好みを、数あることなく、あるがままの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 、す、が、たで、キーミに会いに行くよう。次の瞬間、その声に、ミッドヘイズが揺さぶられる。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。この場に集まった者たちによる大合唱だった。万を軽く超える民たちが熱に浮かされたように声を上げる中、それに負けず、魔王聖歌隊は声を振り絞る。貫くのは愛だ、切り伏せるのは俺だ。てえと、てえを取り、リアーって、お前と俺がつう流れ、ばー。二つの愛が、あるがままの、あるがままの。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。一つに重なるまだまだこのディルヘイドの統一は始まったばかり。思想が違う者がいる。理想が違う者もいる。どうしても相入れないこともあるだろう。だが、それでも、まずは皆で楽しむことから始めたい。この平和の歌を歌って、魔王として民を導くため、この場の全員を受け止めるかのごとく、俺は両腕を広げた。ぜえんらぜらぜら。俺が言えば、ぜえらぜら。間髪入れず、ディルヘイドの民が、絶叫する。ぜえんらぜらぜら。魔王に続けと、言わんばかりに。ぜえらぜら。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。心を重ね、一つになろう。その言葉で魔族は一丸となっていく。これはその始まりの調べだ。皇族も根血もなく、剣も盾も持たずに、臆病な鎧を脱ぎ捨てて、あるがままに、声を重ねるごとに、まるで俺たちはかつて抱いていた、わだかまりを捨てていくかのようだった。少しずつ、ほんの少しずつではあるが、魔族は正しく、一つになっていく。ぜえんらぜらぜら、ぜえらぜら。
ゼーンラゼラゼラ、ゼーラゼラ、と。そんな平和の調べが、いつまでもミッドヘイズに響き渡っていた。式典が一段落すると俺は一度、デルゾゲードの中へ戻った。玉座の間を訪れ、玉座に座る。遠くから響く魔王聖歌隊の歌と、民衆たちの声に耳を傾けながら、その場に手をかざす。魔法陣を描き、そこに魔力を送った。お疲れ様。ひょっこりと玉座の後ろから、ミーシェが顔を出す。その隣にサーシャもいた。なんか、予想以上にあの歌が受け入れられて、ビビるわ。サーシャは心底疑問でならないといった表情を浮かべている。ふむ。それだけ人々が争いを望んではいなかったということなのだろうな。争いを望んでいなかったのは否定しないけど、絶対、みんな何かに取り憑かれてたでしょ。きっぱりと彼女は断言した。それで、そんなところで何をしていた？待ってた。ミーシャが言う。俺をか？コクリと彼女はうなずいた。アボス、ディルエビアと戦った時のことで、聞きたかったことがあったのよ。ほら、ちょうど今、あなたが魔法で何とかしようとしている、あれのことなんだけど？サージエルドナーベか。天井に魔力を送れば、それが透明になり、空が見えた。影と化している破滅の太陽がそこにあった。離滅剣にするには少々時間がかかるため、まだあのままの姿なのだ。とはいえ、それも、もう間もなく完了する。サージエルドナーベが輝いたとき、私たちは外にいた。ミーシャが言う。どうして、無事だった？アノスはあの時、玉座の間にいたし、さすがに私たち全員を守る余裕なんてなかったわよね。それに、あれだけの規模の魔法なら、ミッドヘイズ中の魔族がやられてもおかしくなかったわ。魔法陣に闇が立ち込める。天に浮かぶ破滅の太陽の影が一部欠け、反対に魔法陣の中心には影の剣の一部が姿を現した。次第にサージエルドナーベは姿を消していき、やがて完全に消滅した。俺の前に、一本の影の剣が現れていた。簡単なことだ。サージエルドナーベは、お前たちを敵とは見なさなかった。滅ぼすべき、アボス、ディルエビアだけを滅ぼしたのだ。それがわからないんだけど。なんでそんなことになるの？破壊神はアノスの敵だったんでしょ。敵、といえば敵だったな。アベル・ニューを落とさぬことには、救えぬ命ばかりだった。だが、言葉にしようとして、俺は口を閉ざしていた。記憶の底に、意識を向ける。なぜ、そんなことになるのか。どうかした？ミーシャが心配そうに俺の顔を覗き込んでくる。ふむ。これは少々、予想外だったな。俺は立ち上がり、影の剣に手を伸ばした。柄を握れば、離滅剣ベヌズドノアが姿をあらわにする。ミーシャ、2000年前に戻った時、イガレスを助けるための離滅剣が塔にあったのを覚えているな。コクリ、と彼女はうなずく。離滅剣を操れる者はそうそういない。一体、誰がと思っていたが、もしかしたら、答えは存外簡単なところにあったのかもしれぬ。パチパチ、とミーシャは瞬きをした。つまり、俺がレバロンで2000年前に戻ってくる可能性を踏まえ、転生前にあらかじめあそこに離滅剣を置いたのかもしれぬ。2000年前のアノスが、離滅剣を発動しておいたってこと？でも知らなかったんでしょ？思い出せないだけかもしれぬ。現にアベル・ニューのことを、俺は正確に覚えていないようだ。離滅剣に魔法陣を描き、それをデルゾゲードに収納する。今回が初めての転生だ。すべてうまくいったものとばかり思っていたが、なかなかどうして、覚えていないことすら気がついていなかったとはな。サーシャに問われ、具体的に答えようとするまで、全く気がつかなかった。俺は確かに破壊神アベル・ニューをこの地に落とし、デルゾゲードとした。破壊神の秩序は、この世界の聖あるものすべてにとって、脅威であるからだ。しかし、戦った理由はそれだけではなかったはずだ。あの時、破滅の太陽が空に輝いた時、それは俺とその仲間、このディルヘイドの魔族たちを決して傷つけはしない確信があった。このマガンデサ・アジエルドナーベの深淵を除いたが、確信を裏付けるように、その照準は偽の魔王にだけ向いていた。だが、なぜだ？その理由がどうしても思い出せぬ。それって？まあ、何？
大したことではないがな。だが、いくら自分に試すのは初めてだったとはいえ、俺がシリカ魔法を失敗したとも思えぬ。一方で、記憶の一部が欠けているのは紛れもない事実だ。では、一体、なぜ転生は完全ではなかったのか。次回は、魔王学院の不適合者、第189話、プロローグ、創造の月、第190話、魔王への嘆願、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。